女が断頭台に上がる権利を持つなら、議場に立つ権利もあるはずだ。オランプ・ド・グージュが残したこの言葉は、1793年の秋、群衆の沈黙の中で無賛しました。彼女が書いたのは、女性と女性市民の権利の宣言。だがそれは、読み上げられることなく、革命の騒音に飲まれていきます。貴婦人でもなく、貴族の血も持たなかった彼女が見た権利とは何だったのでしょうか。そしてなぜ、その言葉は処刑台に導かれたのでしょうか。歴史の片隅に灯る、小さな祈りを見届けてください。チャンネル登録と高評価が、次の物語への光になります。第1章、名を返し者、マリーからオランプへ。モントーバンの小道にある、石造りの家。その薄暗い部屋に、干し草とインクの匂いが漂っていた。マリー・グーズは、その名を紙に記すことを拒んだ。彼女の父は肉屋だったが、マリーはそれを名乗らなかった。机の上には、磨き込まれた木製のインク壺と、一枚の紙。誰も見ていない部屋で、彼女は新しい名を記した。オランプ・ド・グージュ。それは一つの階級を捨て、別の言語で生きるという選択である。名を変えること。それは、声なき者たちにとって、初めての発言だった。彼女は読み書きに通じていたわけではなかったが、男たちの言葉を借りずに生きる術を知り始めていた。婚姻、出産、死別、女に課せられる儀式。そのすべてを、彼女は書くことで外れていく。夫を失ったその日、彼女は喪服のまま名前を変えた。これは、私の最初の契約違反ですと、後に記される文章にはある。モントーバンの家の壁には、父の商売の印が今も残されている。だがその前を通るとき、オランプは一度も足を止めなかった。振り返る視線も、悔いもなかった。ただ、紙の上で別の名を生きることを選んだ。その夜、彼女はインクを一滴もこぼさず、新しい名前を繰り返し書いた。オランプ・ド・グージュ。この名が、いつか王の名よりも多くの手に触れることを、まだ彼女は知らない。静けさの中で、筆先が止まる音だけが響く。それは、父を名乗らぬ決意の音。沈黙のうちに始まった、名の再構成。第2章、黒木劇場と白き筆先。1790年、パリ。王政の影がまだ残る街に、新たな声が生まれようとしていた。そこに立っていたのは、貴族でも修道女でもない一人の女。彼女の手には、閉じられた数枚の紙と、古びたろうそくのシミがあった。その紙の題名には、こう記されていた、ザモール、または黒人奴隷。舞台に立つのは言葉ではない。そこに置かれたのは、連鎖した足かせの音、黒布をまとった役者、そして観客の沈黙である。彼女の劇は、奴隷制という陶器地の制度を暴こうとした。だが、貴族の耳に届くことはなかった。公的劇場での上演は拒絶され、彼女は市劇場にその幕を上げた。セリフの一つは、こう記録されている。我々は、神の前に等しく作られたと聞きました。ならば、なぜ私の背には愚痴があるのですか。だがこの言葉に、返される声はない。観客の表情は硬く、手は膝に置かれたまま。拍手は、劇が終わった瞬間には訪れなかった。ろうそくの火が細り、舞台の幕が静かに降りる。その時、オランプは後ろを振り向かずに席を立った。声は求めなかった。光も期待しなかった。ただ一つ、紙に刻まれた罪なき者の叫びを置いてきた。劇場の外には、すでに夜の気配があった。路地の奥、石畳をする足音だけが続く。舞台が終わったその日、彼女のもとには誰からの使いも届かない。彼女の筆先は再び誰にも読まれぬ物語を記し始めていた。舞台裏に残されたのは燃え尽きたろうそくと読みかけの脚本。そこにあったのは拍手ではなく無言の承認。第3章。宣言は鐘の音にかき消され、1791年の夏、セーヌ川沿いの印刷所に、ひときわ白く光る羊皮紙が持ち込まれた。その中央に、
筆太く刻まれた題名、女性と女性市民の権利の宣言。書き手の名は、オランプ・ド・グージュ。男たちが人民を語る一方で、彼女は人間を名乗らぬ者たちの言葉を刻んだ。女は断頭台に上がる権利を持つ、故に議場に立つ義務もある。この文の一節は、後にやまたの記録に引用されるが、発表当初は口にされることすらなかった。原稿は印刷され、風浪で封じられ、王妃、マリー・アントワネットへと献上された。だがその封は、開かれたという記録がない。パリの広場には、鐘の音が鳴り響いていた。王政の終焉と共和の始まりを告げるその音は、紙の上の文字を書き消すほどだった。印刷所に残された予備の摺はいくつかの民家に配られたが、扉は閉じられ、読まれることはなかった。ある夜、彼女は一通の手紙とともに、再び印刷所を訪れる。私の名は名のない者の代弁者です。その手紙を託し、彼女は静かに扉を閉じた。印刷所の床には、誰かが破り捨てた風浪付きの一部原稿が落ちていた。そこに付着した赤いろうの跡がまるで血のように乾いていた。そして鐘の音。広場から遠く離れた印刷所の壁を震わせ、静かに文章を覆い尽くす。読み上げられることなく、燃やされることもなく、ただ存在しないものとして、紙は重ねられていった。その夜、彼女の気丈にはペンも明かりもなかった。書くことすら、音に抗えなかった日。第4章、革命の名のもとに沈む声。1793年、秋、セーヌ川に近い石の牢獄、コンシェルジュリー。その冷えた壁の一角に、声を失った筆記者が一人座していた。オランプ・ド・グージュ、45歳。彼女は女として書いた。それゆえに、裁かれた。女が政治に関われば家庭が壊れる。その口実のもと、彼女は反革命の嫌疑をかけられた。起訴状に記されたのは、共和国に反する言説と王妃への同情。だが彼女が記したのはただ、すべての人間の権利であった。牢内には窓もなく、ろうそくすら許されなかった。彼女は自らの供述書を壁に記そうとしたが、削られた石は言葉を受け付けなかった。数日後、監視の記録にはこう残されている。非週刊誌筆記の要求を繰り返すも却下。オランプは叫ばなかった。抗議も哀願もなかった。ただ、目を閉じ、誰にも見せぬ言葉を心に繰り返した。隣の牢から別の女のすすり泣きが聞こえたとき、彼女は一度だけ鉄格子に手を添えた。死刑宣告は早朝に下された。名も告げられぬまま、彼女は書くことを許されないまま、連行された。断頭台の木枠は血を吸っていた。台に登る前、彼女は群衆を一別したが、誰も目を合わせようとしない。群衆の沈黙は、彼女が望んだ発言する女への拒絶である。その瞬間、彼女の目の前で、看守が視線をそらした。言葉ではない拒絶。だがそれこそが、革命が彼女に与えた最後の応答であった。首が落ちたその刹那、空に一羽の鳥が舞い上がったと、記録にはある。その羽音が、沈黙より重かったかどうか、それは、誰も語らない。第5章、許しなき名の記録。コンシェルジュリーの鉄皮が閉ざされたその日から、オランプ・ド・グージュの名は記録から遠ざかっていく。1793年11月、断頭台で絶たれた命の後、その名に赦免の印は与えられなかった。彼女の市民権は死後に剥奪され、記録は不完全なまま裁判所の長文端に追いやられた。革命政府の文書係たちは、彼女の死刑理由を簡略に書き記した。公共の秩序に反する文書の印刷、頒布、王妃との共謀の疑い。だが、そこに添付された証拠文書は破損しており、後年、研究者が再発見するまでは、誰も読み返すことがなかった。パリの司法記録室には、紐で閉じられた無数の死刑者ファイルが棚に眠っている。その中に、ひときわ小さな紙束があった。それは市民権の回復を求めた一通の手紙。宛先は存在せず、差出人も記録不能と記されていた。ある記録係が、
資料整理の中でその手紙を開封したとされている。開封された日、部屋には誰もおらず、静寂の中で紙の裂ける音だけが響いた。風浪には向こうの刻印が押されており、申請は棄却扱いとなっていた。その後、帳簿の記載欄に訂正の赤線が引かれた。オランプド・グージュ市民にあらず。ペン先が紙をするたびに、彼女の存在は棒の言葉から削られていった。誰も彼女を弔わなかった。墓標も立てられず、遺体は無名の共同墓地に埋められた。だが彼女が記した言葉はいくつかの地下出版物を通して密かに読み継がれている。司法記録室のろうそくが揺れるその夜、書記は帳簿を閉じた。その音が許されぬ名を永遠に閉ざす最後の音だった。封をされた言葉と記録されなかったな。オランプ・ド・グージュの生涯は決して語られた歴史ではありませんでした。彼女が筆に込めたのは声なき者たちの権利であり、誰にも開かれなかった宣言でした。その名が帳簿から消されても、紙片となったその思想は静かに時を超えて漂い続けます。沈黙とは拒絶か、それとも許しなのか。その問いの中に私たちは彼女の影を見出します。彼女が記した存在しない者たちの権利は今もなお読み上げられることを待っているのかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは語られなかった歴史の裏側と名もなき者たちの人生に光を当てています。ご意見や感想があればぜひコメント欄でお聞かせください。そしてまた次の物語でお会いできるようチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。